ソニックウェアの新作 D コンストラクトミニマル。今、海外の機材フォーラムでかなり話題になっているみたいですね。そのようですね。単なる新製品の発表という枠組みを超えて、設計思想そのものを問うような、だいぶ熱を帯びた議論が交わされている印象を受けます。僕はそのフォーラムの様子を静かに追っていたのですが、これはローランド T8 の完全上位互換だという熱狂的な絶賛の声がある一方でですね。はい。いや、正直大したことないという冷めた声もあり、評価が見事に真二つに割れているんです。この現象自体がとても興味深いと感じました。まさにそこが非常に重要なポイントです。全く同じ機材の使用やデモ動画を見ているにもかかわらず、ここまで評価が分かれる。ええ。そこにこそ、この D コンストラクトミニマルという機材が持つ本質が隠されている気がします。市場にあふれるただ誰もが便利に使える優等生的なガジェットではなさそうです。だからこそ、今回はこの機材の輪郭を丁寧に紐解いていきたいと考えました。本日は、海外のシンセフォーラムに寄せられたリアルな声を読み解きながら、リスナーであるあなたと共に、その進化を工学的な視点から探っていきましょう。そうですね。特定の視点やブランドを支持するものではなく、あくまで仕様と事実関係に照らして冷静に分析を進めていきます。また、このように機材情報を深く掘り下げ、落ち着いたトーンで緻密な考察をお届けする当チャンネル電子音楽機材の探求へのご登録と高評価もぜひお願いいたします。個々のユーザーの主観的な声を尊重しつつも、その背景にある技術的なトレードオフや、設計者の意図を中立的に読み解いていく姿勢が重要ですね。では、資料に沿って、まずは核心となるスペックを確認していきましょう。細かい機能解説やつまみの操作手順については、他の実機レビューにお譲りするとして、はい。全体としては、11トラック構成という設計になっています。内訳は、6のドラム、4のサンプラー、そして1つのベースシンセです。そうです。これが、ソニックウェアのライブンシリーズと全く同じサイズの、非常にコンパクトな筐体に収まっているとのことです。その通りです。でも、ちょっと待ってください。11トラック分のシーケンスと音源を小さなライブンサイズの筐体に詰め込むというのは、物理的なインターフェースの限界を超えていませんか？おっしゃる通りです。逆にメニューの奥深くにそぐらないと操作できなくて、ライブパフォーマンスや直感的な制作では使い物にならない気がするのですが。非常に鋭い指摘です。まさにそこがこの機材を評価する上での最初のリトマス試験紙になります。リトマス試験紙ですか？小さな筐体に多くの機能を入れるということは、必然的に一つのボタンに複数の役割を持たせるシフト機能の多用や、階層の深いメニュー操作を強いられることを意味します。はい、強いられるわけですよね。しかし、設計者はそのリスクを承知の上で、あえてこの密度を選んだ。その理由を紐解く鍵が、ベースシンセの機能にあります。ベースシンセですね。どのような特徴があるのでしょうと？このベースシンセは、アナログモデリング技術を採用しています。単に録音されたオーディオを再生するのではなく、回路内のコンデンサーや抵抗器がどのように電気を蓄え放出するかという物理的な挙動をですね、数式化してデジタル上でシミュレートしているのです。これにより TB303 風の粘り気のアクシッドサウンドから SH101 風の分厚いベースラインまでを完全にカバーしています。なるほど。デジタル演算でありながら、内部ではアナログ回路の振る舞いを計算し続けているわけですね。その通りです。実際につまみを回したとき、フィルターが開閉し、レゾナンスが発信していく際の音の変容は、この小さなサイズからは到底想像できないほどの熱量を持っています。はい。まるで血の通ったアナログ回路がそこにあるかのような、生々しい極上の音色を生み出すのです。11トラック構成、6つのドラム、4つのサンプラー、1つのベースシンセ、そして TB303 や SH101 の響きを網羅する熱量。あなたも経験があるはずです。目の前に巨大な DAW の画面を開いた瞬間、選択肢が多すぎて何も作れなくなってしまうあの感覚。現代の設計者たちは、あえて持ち運べるサイズという極限の物理的制約の中に機能美を圧縮することで、僕たちを無限の選択肢という呪縛から解放しようとしているのかもしれませんね。まるで極小の箱の中に広大な宇宙や緻密な都市構造を圧縮して閉じ込めたかのようです。なぜ現代の設計者たちはこのような極限の圧縮に挑むのでしょうか？機材の進化は常に制約からの解放と新たな制約の創造の歴史だからです。かつて巨大なスタジオでしか出せなかった音を
個人の手元へ届けるために、技術者は DSP のコードを最適化し続けてきました。ええ。そして、全てが可能になった現代において、今度はあえて枠を設け、その中でどれだけの表現を引き出せるかという工学的な挑戦へとシフトしているのでしょでは、ここから海外ユーザーのリアルな声を通して、その設計思想がどのように受け止められているのかを見ていきましょう。はい、お願いします。う。Reddit のシンセサイザーズ版での反応です。このマシン、全世界1000台限定299ドル。国内税込み39,800円という特別価格で発表されたのですが、瞬く間に話題となり、機材ギークたちから熱量の高いコメントが寄せられています。最初にご紹介する書き込みはこちらです。はい。かなりクールな機材だと思う。ローランドのエーラ T8 も検討したんだけど、パラメータの制限が多すぎて見送ってたんだよね。でもこいつはいわばバキバキに鍛え上げた T8 って感じで、今まで見たデモもどれも最高だったし、マジでそそられるよ。なるほど。というコメントですが、僕はこれを読んで少し違和感を思いました。T8 を見送ったユーザーがこれに飛びつくというのは、単にパラメータの数が多い上位互換だからという単純な理由ではない気がします。まさにおっしゃる通りです。この T8 の進化系、あるいはバキバキに鍛え上げた T8 という評価については、非常に冷静に見極める必要があります。と言いますと、ローランドの T8 は直感的なインターフェースで、電源を入れた瞬間に即戦力のグルーブを生み出す、音作りの速さに特化した極めて優秀な機材です。迷うことなく、誰でもあの伝説的なリズムを鳴らすことができる。あちらは迷わせないための制限がデザインされているわけですね。一方で、この D コンストラクトミニマルは、4つのサンプラーやステップごとに異なる数値を記録できるパラメーターロックといった機能を持っています。パラメータロックですね。はい。例えば、シーケンサーの1ステップ目にはフィルターを全開にした音、2ステップ目にはディレイを深くかけた音というように、時間軸に沿って全く異なる設定を刻め込む技術です。なるほど。つまり、鍵盤を弾くという即興的なアプローチよりも、緻密にタイムラインを構築していく構造的な遊びに軸足を置いているのです。つまり、これは T8 の単なる進化系ではなく、機材としてどこに重きを置いたかという思想の分岐なんですね。直感的なスピードを取るか、緻密な構造構築を取るか、どちらが優れているかではなく、向いている方向が根本的に違うと。その通りです。次のユーザーのコメントを見ると、この機材がフィットするもう一つのシチュエーションが浮かび上がってきます。はい。これ、やばい小箱だよ。みんな初心者向かだって言ってるけど、自分みたいにアナログ機材中心のでかいスタジオがある人間からすると、高い機材を持ち出さなくても、ソファーの上なんかで手軽にスケッチできるのが最高なんだ。11ボイスあって、パラメータロック、サンプリング、内蔵シンセまでついてて299ドルはかなり破格だよ、という声です。はい。巨大なコンソールが並ぶスタジオでの緻密な作業と、ソファーの上での手軽なスケッチ。これはまるでアトリエに置かれた巨大なキャンバスと、街角でひらめきを即座に書き留めるポケットサイズのクロッキー帳くらい、機材に求める役割が根本から違うということですね。非常に美しい、そして機能的な対比です。キャンバスにはキャンバスの、クロッキー帳にはクロッキー帳の明確な役割があります。巨大なスタジオを持つプロフェッショナルが、なぜあえて299ドルの小箱を求めるのか。それは、複雑なルーティングや巨大なミキサーの電源を入れるという儀式から離れて、ソファーの上でポコポコとビートを刻み、ざらついたサンプルを切り張りする。そのラフで愛おしい時間を求めているからです。その用途としてみれば、確かに11ボイスとサンプリング機能がこの価格で手に入るのは驚異的です。しかし、ここでも工学的な視点からの冷静な分析が必要です。クロッキー帳に対して、この価格帯とサイズでこれだけの構成を実現した代償として、操作系は決してスムーズとは言えない部分が出てくるはずです。直感的にパラメータへアクセスできず、不器用な操作を強いられる瞬間もあるでしょう。不器用な操作を強いられる。なるほど。リスナーのあなたも、機材を選ぶ際は価格と機能の引き換えにどこを削っているかを見極める視点を持つことが重要です。何を得るかではなく、何を諦めるかを受け入れること。それがハードウェアと付き合う作法なのかもしれませんね。さらにこのレディットのスレッドを追っていくと、非常に早朝的な面白い現象が起きていました。どのような現象でしょうか。ほぼ同じタイミングで全く異なる背景を持つユーザーから購入報告が並んでいたんです。一つ目の書き込みがこちらです。はい。これ最高のマシンだよ。さっき10分前に予約しちゃった。
$299は超お得。ちなみに自分は普段ディジタクト、シンタクト、TR8S を使ってる。なるほど。そしてそれに続くような形でこんな投稿もありました。俺も予約しといた。これが自分にとって初めての単体ハードウェアになる予定。全く同じ製品に対して、片やディジタクトやシンタクト、TR8S といった1台で数十万円クラスのハイエンド機体を普段使いし、複雑な操作ツリーに習熟しているユーザー。ええ。そしてもう片や、ソフトウェアから飛び出してこれが初めてのハードウェア機材になるというエントリーユーザー。この両極端な層が同時に予約ボタンを押しているわけです。この時点でこの機材のターゲットが一方方向に絞られていないことが明白ですよね。初心者向けとも言い切れないし、上級者のサブ機とも言い切れない。全く異なる両方の文脈に同時に引っかかっている。これはプロダクトとして非常に得意な立ち位置ではないでしょうか。ええ。ハイエンドユーザーは複雑な機材の合間を縫うような制限のある面白さとポータビリティに価値を見出しています。一方のエントリーユーザーは1台でビートもベースもサンプルも扱えるという機能の網羅性と$299という手軽さに惹かれている。それぞれが全く別の理由でこの機材を評価し、そして交差しているのです。ただ機能を限界まで詰め込んだ結果として生じたある種の予測不能な化学反応なのでしょうか。ハードウェア設計のセオリーから言えば、可能性が高いと私は推測します。通常、機能を増やせば増やすほど、操作系統は複雑になり、初心者には難解に、上級者には煩わしくなるのが一般的です。はい。万人受けを狙うなら、機能をもっと削ぎ落とすか、価格を上げてインターフェースを拡大するしかありません。にもかかわらず、ディーコンストラクトミニマルはそのセオリーから外れていると。ええ。おそらく最初から誰にでも売れるものを作ろうとしたわけではないのでしょう。ただひたすらに自分たちが考える最強のコンパクトマシンという理想だけを追求した。最強のコンパクトマシン。マーケティング的な装飾を向くようにして、純粋な熱量だけを基盤に焼き付けた。その結果、11トラックという複雑さを持ちながらも、不思議と触ってみたくなる引力が生まれた。その吐き出しの情熱が結果として初心者にも上級者にも響くという奇跡的な化学反応を生み出したのだと思います。妥協のない熱量が結果的に最も広い層に届いてしまった。面白い矛盾ですね。では、コストパフォーマンスの高さから一歩踏み込んで、実際のスタジオセットアップに組み込む際の物理的な接続性と操作性に関するシビアな議論から見ていきましょう。はい、レディットのフォーラムからですね、あるユーザーの戸惑いが書き込まれていました。ちょっと戸惑ってる、作りもしっかりしてるし、よく考えられてるとは思うんだけど、と。ええ。結局のところ大したものには見えないんだよね。テクノのジャムセッションにはいいのかもしれないけど、他の機材と連携させるのはそんなに簡単そうじゃないな、という声です。なるほど。これは機材を単体ではなくてシステムの一部として評価する非常に実践的な視点です。そうですよね。ただこの意見はフォーラム内で即座に議論の対象になったはずです。はい、そうなんです。この指摘に対して鮮やかな反論が書き込まれていて、僕もなるほどなと思ったんですが、いやいや、ドングル経由でのミディインアウトに加えて、同じポートのペアでアナログ同期のインアウトもいけるんだぜという意見です。ええ。さらに、ラインイン、アウトはポケットオペレーターの規格にも対応している。つまり実際のところ大半のスタジオセットアップにめちゃくちゃ自然に馴染むようにできているんだよと書かれていました。使用書を冷静に分析すると反論しているユーザーの言う通り接続性自体は極めて広く加工されているんですよ。ああ、やはりそうなんですね。ええ。アナログの同期信号を扱える点や現代のコンパクト機材のエコシステムを実によく理解した工学的なアプローチです。ちょっと待ってください。スペック上はアナログ同期もカバーしていて完璧に見えますが、なぜ最初のユーザーは連携させるのは簡単そうじゃないと嘆いたんでしょうか。そこがまさにヴィンテージ機材を愛好するユーザー特有のジレンマなんですよ。この機材は従来の大きな5ピンミディ端子ではなくコンパクトなステレオミニ端子、いわゆる TRS ミディへと規格が変更されているんです。なるほど。端子の形状が変わったんですね。はい。限定された筐体サイズに端子を収めるための合理的な決断ですが、これが特定のユーザーには強烈な摩擦を生むというわけです。ああ、それは例えるなら、最新の MacBook を買ったのに、お気に入りの古いマウスをつなぐためだけに、変換ケーブルの束を常に持ち歩かなければならないようなあのトゥロー感でしょうか。非常に的確な例えですね。
さらに物理的な側面から言うと、暗いスタジオでのセットアップ中に数センチの変換アダプターを紛失してパニックに陥ったりするリスクも常に伴います。インスピレーションが湧いた録音を始めたい音楽家にとって、物理的につながるかどうかではなく、変換の手間なく迷わず組めるかこそが本質なんですね。ええ。機材の裏側でドングルがぶら下がっている状態は、思考のスピードにブレーキをかけてしまいますからね。そして議論はさらに過激さを増していきます。はい。同じくレディットからより辛辣な批判の声を紹介しますね。最初の1000台以降は$300から$400に上がるんだろうと。ええ。しかも結局のところ、ただのドラムマシンと 303 系のアシッドベース音源が入っているだけじゃないか。フルサイズのミディポート廃止は残念だという極端な意見です。いかにも海外フォーラムらしい熱量を伴ったシビアな意見ですね。ええ。でもこれ、機能を要素ごとに分解すれば確かにそう見えるかもしれないんですが、どんな名義であっても部品のリストにしてしまえばただの電子部品ですよね。おっしゃる通りです。僕としてはそれをどう束ねて操作体験として提示するかにこそ真の価値があるんじゃないかと思うんですが。まさにそこが重要です。機能の羅列と実際の音楽体験の間には決して埋められない溝がありますからね。ええ。ドラムのパターンの上でベースラインがどう絡み合うか、人間の指が直接楽器を弾くようなフィジカルな対話こそが最終的な音色やグルーヴを決定づけるんです。そのインターフェースと操作体験に関連して、過去のライブンシリーズを知るユーザーからはこんな葛藤の声も寄せられていました。ほう、どのような声ですか？アンビエントやテクスチャーラブは最高だったが UI が合わなかったとか、同じプラットフォーム展開は賢いが代償としてワークフローが物足りないという意見です。このジレンマの背景には、ソニックウェアがこれまで歩んできた設計の歴史があるんですよ。歴史ですか？へえ。ライブンシリーズはコンパクトな筐体の中に複雑な機能を詰め込むというアプローチを採用してきました。アンビエントやテクスチャーラブはその最たる例です。はい。しかし、限られた物理ボタンで多数のパラメータを制御するためには、どうしても裏メニューへのアクセスを増やさざるを得ません。小さな画面を見ながら階層を深く潜っていく作業は直感的なライブパフォーマンスにおいてプレイヤーに大きなストレスを強いられる瞬間がありますよね。ええ。どこを表に出し、どこを裏メニューに隠すか。今回、ソニックウェアが新たに16個のマイクロノブを追加し、1ノブ1パラメーターという理想に近づけたことは、彼らなりの明確の回答です。なるほど。でもフォーラムのユーザーたちはこの新しいハードウェア規格をベースに各国のラインナップがアップデートされるかもしれないという展開の起点としての期待も語っていました。ハードウェアそのものが持つ拡張性への期待ですね。新しいプラットフォームの刷新が過去の名機たちに新たな命を吹き込むかもしれないと。素晴らしい分析力です。さて、ここからは UI の議論から最終的な録音や制作プロセスの思想の違いへと深めていきましょう。はい。エレクトロナウツからの声です。小さなローランド T8 を完璧にしたような仕上がりだが USB 経由のマルチトラックオーディオ非対応なのがもったいないと。現代のトラックメーカーの制作環境を考慮すると、これは避けて通れないシビアな議論です。現代のトラックメーカーって USB ケーブル1本で全11トラックの音を個別に出し込んで後から PC 上で緻密にミックスダウンしたいというニーズがありますよね。ええ、非常に切実なニーズです。資料によると、本機には USB オーディオインターフェース機能は搭載されていますが、あくまで2イン、2アウトのマスターのステレオミックス出力にとどまっています。なるほど。マルチトラックで個別に録音はできないんですね。はい。これはいわゆるオーバーブリッジを利用するエレクトロンユーザー特有の視点とも言えます。現代の DAW での制作は常に後からいくらでも修正できるという安心感に成り立っていますが、それは決断を先延ばしにする要因にもなります。確かに。 PC の整然とした画面で波形を並べ替えるアプローチを否定し、機材の手触りと耳だけでグルーヴを構築する。結果としてユーザーにその場での決断を求めているわけです。16個のマイクロノブを特設指で操作してその瞬間にしか生まれない熱量をステレオミックスとして記録する。ええ。DAW での後処理という現代の常識を解体し不器用なまでの生々しさを残すわけですね。すべての音が混ざり合い、相互に影響を与え合うその瞬間を切り取る。それが真意だと考えられます。なるほど。やり直しが効かないからこそ宿るあのテンションの高さも理解できます。
リスナーの皆様はこのパラメータを DAW で後から修正できない不自由さについてどう感じられたでしょうか。そうですね。完璧な制御を失う恐怖か、それともその不自由さすら愛おしいと感じるか、ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。では本日の議論を総括しましょう。往年の名機たちが持っていた偶発性に彩られた揺らぎ、はい。303系ベースシンセの凶暴なうなりやサンプラー特有のざらついた極上の質感を凝縮した彼らの熱意、その工学的な執念がこのフォーラムの熱狂を生んでいると結論付けられますね。この機材は日本国内では税込み39,800円という価格設定で提供されます。そして全世界1000台限定の特別価格で6月中旬に出荷開始予定です。フォーラムでの価格上昇への懸念もありましたが、この初期ロットの価格がいかに挑戦的かがわかりますね。機材の設計思想から現代の制作ワークフローへのアンチテーゼまで探求してきましたが、皆様の新たな機材との出会いの一助となれば幸いです。はい。また次回の番組でお会いしましょう。次はどの機材を分解してみようか。